冒険したリス。夏の終わり、ある森にリスが住んでいました。リスはせっせとどんぐりを集めて、カシの木の住処に運んでいました。その様子を見ていた小鳥がリスに声をかけました。やあ、リスくん。さっきから何をしているんだい？こんにちは、小鳥さん。僕は冬ごもりの支度をしているのさ。冬は食べ物がないからね。忙しそうに答えるリスに小鳥は笑いました。そんなことはしなくっても、冬が来る前に南の国へ行けばいいのに。南の国は木の実も果物もどっさりあって食べるものに不自由しないよ。へえ、その南の国ってどこにあるんだい？南の国はね、あの山の向こうだよ。2週間もあれば大丈夫。あの山の向こうか。それでさ、リスがもっと聞こうとすると、めんどくさくなった小鳥はバタバタと飛んでいってしまいました。リスはぼんやりと遠い山を眺めました。寒い冬を暖かく過ごせたらいいだろうな。木の実も果物もどっさりだって、いいな。リスは自分も南の国へ行きたくなりました。やがて秋が来ましたが、リスはどんぐりを集めるのも暖かい寝床を作るのもやめて、毎日南の国で暮らすことばかり考えていました。そうしてカシの木がすっかり葉っぱを落としてしまうと、南の国へ行こうと、本当に南へと出発したのです。リスは森を抜け、走って走って山のふもとにたどり着きました。もう夕方で足はくたくたにくたびれました。今夜中に山のてっぺんに登って、南の国におはようの挨拶をするんだ。リスはそう言って自分を励ますと、一歩ずつ山を登って行きました。けれども足が痛い上にお腹もペコペコです。おまけに夜風が凍りそうな寒さです。ああ、もうダメだ。リスは大きな石を見つけて、その陰で丸くなりました。そしてため息をついた途端、気がつきました。そうか。小鳥たちは空を飛べるからくたびれないで南の国へ行けるんだ。その時です。リスは背中にナイフで刺されたような痛みを覚えました。そして体が浮き上がり、あっという間に空高く連れ去られたのです。リスを捕まえて飛んだのは恐ろしいトンビでした。リスは逃げ出そうと思いましたが、くたくたで暴れる元気もありません。もっとも本当に暴れたら地面に落とされてしまいます。その時、ビューッと風が吹いたかと思うと、別のトンビがやってきて怒鳴りました。やい、痛い目に遭いたくなかったら、その餌をこっちへよこしな。じゃあ、
冗談じゃない。リスを捕まえたトンビは逃げましたが、リスが重くて思うように飛べません。たちまちトンビとトンビが夜空で戦いを始めました。リスは暗い夜空を爪で掴まれたまま振り回され、痛さと怖さで何度も気絶しそうになりました。そのうちにリスを捕まえていたトンビが背中をつつかれて思わず爪を緩めたのです。うわー！リスは地面へと真っ逆さまに落ちて行きました。もうダメだ！リスは気を失いましたが、何かにぶつかってはっと目を開けました。運が良いことに、リスは森の木の枝に引っかかったのです。リスは力を振り絞って木を折りました。そして、やっと地面に降りて、リスが木を見上げてみると、ここは…そこは今まで住んでいた森で、落ちた木はリスの家の樫の木だったのです。リスは大喜びで、作りかけの寝床で丸くなりました。いい気持ち。冬は寒くても、やっぱり自分の家が一番だ。リスは安心してぐっすりと眠りました。おしまい。